さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとサックサクのフルーツタルトの作り方、しかもですね、こう綺麗に作る盛り付けもご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、これ18センチのタルト型ですね。で、底が取れるやつを使ってます。これ100円ショップで売ってたので、ぜひこれ用意してみてください。ではやっていきましょう。はい、まずタルトの生地を作るんですけど、今日はこれも市販のクッキーですね。市販のクッキーで作っていきます。で、これなんか密閉できる袋に入れて、で、これ全然クッキーほんと何でもいいですからね。で、これ閉じて、で、これ少しだけ開けとくと、空気の逃げる道があるので、やりやすいと思います。で、これでひたすら細かく砕いてください。はい、これ材料のホワイトチョコなんですけど、600ワットで30秒ずつかけてちょっと溶かしておきました。完全に溶けてれば OK です。で、今砕いたやつ、結構細かくなったと思います。で、何をしたいかっていうと、ここの中にホワイトチョコレートを入れて、クッキーと混ぜます。よく砕いたクッキーとか、そこになんかバター入れたりすると思うんですけど、それと同じ考え方で、それをホワイトチョコでやってます。こんな感じです。今入った状態です。で、これなんで袋をやってるかっていうと、洗い物が出ないし、手も汚れないんで、結構均一にこうやって綺麗にチョコをね、馴染ませることができるんですよ。で、ホワイトチョコ、バターじゃなくてホワイトチョコにすることによって、ホワイトチョコって油なんで、タルトに入れて固めると、勝手にタルトから綺麗に外れるんですね。チョコって冷蔵すると縮む作用があるんですよ。なのでホワイトチョコを選んでます。で、いちごを飾ったりするのでホワイトチョコなんですけど、もしチョコレートのタルトにしたかったら、このホワイトチョコをビターチョコに変えても全然大丈夫です。ものによって好きなチョコを選んでください。はい、これ用意しといた型ですね。ここにホワイトチョコがコーティングされた市販クッキーですね。で、これ何するかっていうと、後ろが平らなグラスとか、何でも綿棒とかでもいいんですけど、それをこうやって押してタルトの器を作っていくんですね。で、ちょっと分かりづらいんですけど、これをタルトをギューって押していくと、分かります？こっちやろう。ここ今側面ないじゃないですか。これギューってやるとほら、側面がね、できてくるんですよ。で、縁からこぼれそうなやつは、親指とかでこうやって押さえてあげて、縁を作っていきます。押してはみ出しそうなところを指でこうやって、ここね、押して押さえる。はい、今2、3周したんですけど、こんな感じ。バッチリタルトの器ができました。これを冷凍しておきます。はい、まずこれ用意したの卵黄なんですけど、卵黄の中にお砂糖を全部入れます。で、結構白くもったりするまで泡立てましょうとかもあるんですけど、そういうのは今回はやらずに、こうやってすり混ぜておけば、はい、砂糖が見えなくなりましたと。そしたら、ふるっておいた薄力粉全部一気に入れます。で、これも泡立てたいとかじゃなくて、全体に馴染んでればいいので、ガシャガシャせず、こうやってちょっと馴染ませてる感じですね。はい。このとろっとした感じですね。そしたら、これ牛乳なんですけど、温めずに、もうこのまま今冷蔵庫から出して測った状態のやつですね。これで、これちょっと伸ばしていくような感じ。で、カスタードクリームって言ってるんで、もしバニラとかそういったのを入れたければ、この牛乳とここに一緒に入れちゃって大丈夫です。で、今これ順番通りに混ぜただけです。で、なんとこれをラップをして600ワットで1分加熱します。で、この1分を合計6回やってカスタードクリーム完成させるので、ちょっと見ててください。はい、これ1回まず加熱した状態ですね。ちょっと手間なんですけど、こうやって混ぜてください。
でまだ1回目なんてもう全然変化なしです。まとめて6分やっちゃうとこの真ん中だけが焦げちゃうので、こうやって1回1回混ぜてください。そうするともう滑らかなカスタードできますので、また同じようにあと5回ですね、やっときます。はい、これ今4回目終わったんですけど、4回目ぐらいからかなり状態も変わって熱くなるので手袋してください。ほら、わかります？ちょっとブリッとしてる感じで、ここもしっかり混ぜてください。でこれ何してるかっていうと、柔らかい部分と硬い部分があるので、それの硬さを揃えてる感じです。でここでしっかりこうやって混ぜてあげると滑らかなカスタードができるので、必ずここはしっかり混ぜるようにしてください。まあこんな感じですね。残りのレンジやっていきたいと思います。さあ温めが終わりました。ラップ外して、皆さん熱いので気をつけてください。しっかり硬さを揃えたいので混ぜてください。はい、こんな感じ。ちょっとサラッとしてるんですけど、これが炊き上がりです。でこれをさっき冷やしといた型に流していきたいと思います。はい、これ冷凍しといたカチカチに冷たい状態ですね。でここにカスタードを流していきます。ちょっと熱いので持って流します。はい、この状態までできたら急いで冷やしたいので、結構湯気出てますよね。これラップをして冷凍庫に30分入れます。で30分経ったらそれを冷凍から冷蔵に移してください。移してる理由は、これ固めたいわけじゃなくて、このすごい熱い状態をすぐ冷蔵の方に持っていきたいのですね。なので温度を下げたいだけなので、冷凍してから必ず冷蔵に移すのを忘れないでください。やっておきます。はい、今日のフルーツなんですけど、いちごとブルーベリーと、あとグレープフルーツですね。ピンクグレープフルーツ用意してます。でスーパーとかで手に入る材料でいいので、まず今回ちょっと参考までに見てください。まずいちごなんですけど、これ1パック開けると、これちょっと大きいのとこういう小さいのがパックで入ってると思うんですけど、僕らプロの現場でもこれフルーツって仕分けをするんですね。まずこの大きいやつとこれ小さいやつっていう風に分けていきます。でこれフルーツを分けておくと、飾ったりするときに使い方、これをタルトの周りにやっていくんですけど、大きいのと小さいのがあるとこうデコボコになっちゃうんですね。なので今日は小さいのは飾りに使って、大きいやつはタルトの周りに引いていくような感じで使っていきたいと思います。仕分けはこんな感じですね。でこれをちょっと切っていきたいと思います。はい、まず大きいイチゴなんですけど、置いてまっすぐ切ってヘタを落とします。で今これ白いのが見えてきたんですけど、ここをちょっとねこうバッテンというか斜めに2箇所カットして、こんな感じですね。ちょっと中斜めに切ってハートっぽくしたような感じです。はい、この後グレープフルーツなんですけど、まず上と下をちょっとね実が見えるぐらいまで切ります。このぐらいね、切りすぎるともったいないんで。はい、これグレープフルーツって丸くなってるんで、これちょっと最初丸型に剥いて、このラインを包丁に当てて切っていくと、今度ここなんですけど、あんまり実を取ることなく皮がむけてきます。はい、これ今ちょっと皮全部剥き終わったら、この部分取っていくんですけど、2箇所に包丁入れて、これで取ってきます。はい、これ綺麗にこうやって房取りできたら、ちょっとね果汁が多いので、こういうキッチンペーパーとか引いてもらって果汁をこうやってちょっと吸わせちゃいます。あんまりビシャビシャだとタルトがなんかビチョビチョになって美味しくないので、こうやって吸わしといてあげてください。はい、これ冷やしといたやつなんですけど、型から外したいと思います。これね底取れになってるので、ちょっとコップとかでいいと思います。めっちゃ綺麗に外れました。でこの底の部分もくっついてるんで、なんかパレットか、包丁とかでもいいんですけど移して、
まあ、チョコレートで縮むので結構簡単に外れます。ここまで準備しといてください。はい、じゃあちょっとタルトを飾っていくんですけど、まず大きいイチゴですね、仕分けしたやつを周りにこうやって置いていきます。ちょっとこのタルトのクッキーの部分にかかるぐらいです。でこれ縦に断面入れたんでこうやって横になるんじゃなくて、まあ、横にするんだったら横統一でもいいんですけど、今回は縦にしてます。はい、こうやって周りにイチゴを置いていくんですけど、一周ですね、一周全体を乗せていってください。で最後の方にイチゴのサイズが合わなくて乗らない可能性もあるんですけど、まあ、ちょっとサイズうまく調整してこうやって寄せたりして一周乗せてください。はい、これ今乗った状態ですね。で結構こっち白いじゃないですか。でいちごのこっち赤で濃淡があると結構こうリッチに高級感が出て飾れるのでおすすめです。でさっき真ん中にこの切った切れ端の部分ですね、それはもう適当にこうやって散らしちゃって OK なので、もったいないので飾ってください。残ったいちごも置いちゃいますね。でグレープフルーツなんですけど、これ同じピンクグレープフルーツで販売してて、メーカーっていうか産地が違うだけです。気にせずに使ってください。でグレープフルーツってこれ今切ったんですけど、この切ってこうやって皮剥いたじゃないですか。でこの面を下に飾っていってください。そうすると高さが出て綺麗に見えます。ちょっと置いてきますね。で綺麗に並べる必要はなくて、もうこの面が下になってるってことさえ守ってもらえれば可愛くデコレーションできると思います。はい、今グレープフルーツ全部乗った状態ですね。これちょっと周りが低くて真ん中がこう高さが出てるように見えると思うんですけど、今みたいな盛り付け方していくと真ん中にボリュームが出るので結構綺麗に組んでいけると思います。であとこういうちょっとねグレープフルーツの隙間があるんですけど、こうグレープフルーツとグレープフルーツの間ですね、そこにこういうグレープフルーツじゃないブルーベリーですね、こういうのを隙間にちょっと入れていきます。ちょっとねもしかしたらまだカスタードが下に見えるかなっていうところにこうやって入れていくと可愛くおしゃれにちょっとリッチな感じに飾れると思います。結構ボリュームが出てると思います。あと残り小さいいちご飾りたいと思います。さあできました、いちごのタルトサクサクですよ。完成しました。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。すげえサクサク、美味しいやんこれ。ほらほらって言いたいだけサクサク。これポイントのおさらいですね。これちょっと今回赤系のフルーツで揃えたんですけど、別にマンゴーとかシャインマスカットとか、キウイとか何でもいいんですよ。その代わりちょっと色の濃いものをこう周りにやって、中に淡いもので色の濃いブルーベリーとかをこうポイントで入れることによってフルーツタルトってこう結構リッチな感じに見えるので、そこだけ守ってやってみてください。あとはこれカスタードクリームなんですけど、チンしてこうやって作ったじゃないですか。でそこにビターチョコとかいちごチョコとか抹茶チョコとか何でもいいんですけど、チョコレートを入れることによってカスタードの味変ができるんですよ。この詳しい作り方は概要欄に書いてあるので、そこもぜひチェックしてみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。